新春村民格付けチェック。こんにちは、ヌンノンズ学園の桃代です。村民格付けチェック2025お正月スペシャルの時間です。今回は私とノラマンさんが挑戦者となり、司会進行は五山さんとオーデンさんが務めてくださいます。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。最初のチェックはこちら。南アルプスの天然水と我が家の水道水です。桃代さんとノラマンさんにはどちらが天然水かを当ててもらいます。 A の方はすっきりと飲みやすかったです。 B の方はいつも飲んでる味でした。なので A が天然水だと思います。感じました。 A の方は味がしました。 B は味がしなかったので、雑味のなさから B が天然水だと思いました。果たして正解はどちらでしょうか。運命の分かれ道、結果発表です。運命の分かれ道、結果発表です。不正解の部屋を選んだ村民は下級村民となります。それでは不正解の部屋をオーデンさんに破壊してもらいましょう。ノラマンさん、おめでとうございます。前回までの動画で画面の十王比を間違えていた桃代は懲罰棒に入れられ水攻めの刑に処されました。全く下級村民たるゆえんです。さて、村の中心部では都市開発が進み、大型の建物が集まってきています。拳と拳のぶつかり合う重々しい音が漏れ聞こえるこちらの建物はコンポスターゲームの道場です。選手がスパーリングをしていますね。コンポスターゲームは先に体力がなくなる、または先にコンポスターから出た方が負けというルールです。真ん中に置かれたドアは試合中自由に開け閉めすることができます。今回の試合は五山さんの勝利ですね。道場の2階では基礎トレーニングを行うことができます。トレーニングでは競技に使用されるオーク製以外のドアも使用します。徐々に重たいドアの開閉を行うことで腕に負荷を与えていきます。壁に取り付けられたボタンは素早く正確に押すことでエイム力を鍛えることができます。練習試合をすることになりました。ゴングが鳴ったら試合開始です。ジャンプ攻撃をするとより多くのダメージを与えられますが、コンポスターから出されやすくなるという隙が生まれます。そこで真ん中に置かれたドアを閉めることでジャンプ中の隙をカバーすることができます。負けてしまいました。まだまだトレーニングが足りていないようです。ヌンノンズ学園。コンポスターゲームで勝った五山さん、ここぞとばかりに煽ってきます。おっと、手が滑ってしまいました。ヌンノンズ学園サーバーではこのような煽り合い、小競り合いの光景が日常的に見られています。そこに勝機を見出したのが株式会社勝ちましたの社長スティーブさんです。人は誰しも他者より優位になった時マウントを取りたくなるものです。しかし行動に移してしまうと反感を買い嫌われ、ついには社会的に孤立してしまいます。そこで発案されたのが煽り代行サービスです。ユーザーはお金を払うことでオリジナルキャラクターである勝ちましたはお嬢様に煽りを代行してもらうことができます。当然反感を買いますが、その矛先はユーザーではなく勝ちましたはお嬢様へ向かいます。つまり勝ち誇りたい欲を叶えつつヘイトを自身に向かわせないということが可能になります。この構想を実現するためスティーブさんは煽りメッセージを表示させるコマンドの開発を五山さんに依頼しました。また勝ちましたはお嬢様の知名度を上げるため実写化を図りました。実写化のキャストとしてノラマンさんがスカウトされ、勝ちました本社2階のスタジオで撮影を行いました。桃代はテーマソングの制作依頼を引き受けましたが全く曲が思いつきませんでした。そこで名曲の生まれる控室に行き、曲が降ってくるのを待つことにしました。ヌンノンズ学園。納得のいく曲が生まれないまま、社長からの新曲どうですかのメッセージをスルーした日の翌朝、桃代さんはスタジオの控え室でギターを抱えていました。突然口ずさんだのは今まで誰も聞いたことのないメロディーでした。絶対嫌だったのはこれはちょっといまいちだなと思ってたんだけど、村民がすごい自信持ってやってるからこれでいこうかみたいな妥協はすごく嫌だなと思って。いいですね。AD メロ、すごくいいですね。めっちゃ好きです。本当ですか。アメリカっぽいでしょ。デモが完成したので
スタジオでレコーディングをします。キーボードを取って、ドラムを取って、ギターを取って、その他もろもろを取って、最後にコンポスターゲーム道場で湧いたインスピレーションからゴングの音を取りました。そして完成した楽曲をスティーブ社長に提出しました。撮影した動画や音楽は本社1階のオフィスで編集されています。どのように仕上がるのか楽しみですね。その後、スティーブ社長の目論見通り、煽り代行サービスは街に普及し、至る所で代行ボタンが見られるようになりました。鉄箱町の寿司満源では、この2ランナーを狙撃した時にボタンを押すことで、ワンランク上の飯馬を味わうことができます。店内にボタンを導入してから客足が伸びているとのことです。また、富裕層から一方的に矢を放たれていたこの2ランナーでしたが、煽りメッセージによる精神的反撃ができるようになりました。オフィスビルでは退勤時に代行サービスを利用することで残業をしている社員に対して優越感を感じ、家路に彩りを添えることができます。しかし、代行ボタンを押しているところを相手に見られてしまうと、反感の矛先が自分に向いてしまうので、周囲の視線に注意を払う必要があります。ヌンヌンズ学園。ノラマンさんのパスタ屋に大量の竹を植える五山さん。店の中にも何かに取りつかれたように竹を植えて満足げな様子です。後日、サーバーにログインしたノラマンさん。竹だらけになっている店の惨状を目撃したノラマンさんの心は平静をログアウトしました。気を取り直して1本ずつ竹を伐採していましたが、あまりの数の多さに再びログアウトしてしまいました。竹を植えた張本人でありながら竹駆除業も営む五山さん。得意のコマンドにより竹を一掃してくれました。しかし、大量の竹を植えた罪は償わなければならないため、懲罰棒に入れられ貼り付けの刑に処されました。というように、これまでたびたび懲罰を受けているところをお見せしてしまいましたが、これらの懲罰棒は全て株式会社拷問が管理しているものになります。社内左手にある会議室は床をマグマブロックにすることで出席者に程よい緊張感を与えています。これにより活発な議論が期待され、居眠りをしてしまってもすぐに目を覚ますことができます。社長室に行くには社長が仕掛けた罠をくぐり抜ける必要があります。ロケット花火や弓矢が飛んできて負傷してしまうため、社員からは大変不評のようですが、良い懲罰棒を作れる者は人より懲罰を受けてきたものだという社長のポリシーの表れです。新しい懲罰棒の企画書を新人の社員が持ってきました。不出来な内容だったため、かなとこの刑に処されました。後日、この新人社員は経歴詐称をしていたことが発覚し、社内で雷の刑に処されました。またしても無職になってしまったウォルデミットさん。めげない心はあるようなので、誠実に頑張ってほしいですね。ということで今回は、コンポスターゲーム道場、株式会社勝ちました、株式会社拷問の紹介をしてきました。都市部に集まった各企業のさらなる発展が楽しみですね。それではまた次回にお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。バーの片隅でグラスをじっと見つめるヴォルデミート卿。その瞳にはかつての過ちと現在の無力さが交錯し、うつろな光が宿っていました。酒を口に運ぶたび、喉を焼く感覚が一瞬の安堵を与えましたが、その安堵もすぐに消え去り、再び後悔と憤りが彼の胸の中を支配しました。ヌンヌンズ学園サーバー都市エリア。まだ開発途中のこの地は、湧きつぐしも不十分で、柄の悪い連中の声が、店の中まで響いてきました。その時、彼の心の奥に、まだ形のない曖昧なものでしたが、確かな予感の炎が灯りました。彼の人生は、この瞬間から、ゆっくりと変わり始めていたのかもしれません。